アンバー渓谷厳選優先度ティア表、ジャスパルと申します。さあ始まりましたアンバー渓谷登場キャンペーン、皆様楽しまれておりますでしょうか。前回の動画でアンバーの新ポケ3体についての厳選優先度みたいなところをお話ししたんですが、今回はアンバー渓谷に出現する全28種族のポケモンたちまるっと厳選の優先度をティア表形式で作ってみましたので、こちらを見ながらなんやかんやお話ししていきたいなと思います。一押しは達兵衛です。それでは参ります。ということで、厳選ティア表、無課金初期税パルメセンで作ってみました。何かの参考にしていただけたらなと思います。一応左右差はつけたつもりなんですが、だいぶ雰囲気です。ティア表自体がね、その人の雰囲気みたいなものなので、主観バリバリでやっていきたいと思います。で、まず大前提として、ポケモンスリープって遊び方、環境によってその人に合う正解みたいなやつがもう無数にあるっていう超厄介なゲームだと思ってるんですよね。で、私の属性について、これを作った人の属性についてなんですけど、まずリリース初期から遊んでいる人です。なので、特に初期から登場しているポケモンは飴が溜まっているみたいな観点がどうしても入っちゃいます。ゼロからじゃないよと。そして無課金で遊んでいる人です。サブレや各種リソースが潤沢ではないよと。なのでゲットするのが大変なフレンドポイント16のポケモンとか、メインスキルの種を使いたいスキルのポケモンなんかはどうしても厳しめな評価で見がちですね。そのあたりに無課金バイアスがかかってるんじゃないかなと思います。他にも一括睡眠するので最大所持数は多い方が嬉しいとか細かいところあるにはあるんですけど、大きいところはこんな感じで、あとはお話の中で感じ取ってもらえたらなと思います。で、ティア表ってね、これを見てもらって、ここは違和感があるなとか、私はこっちの方が上だなとか、そういった自分自身の中にある考えを見つけるためのサポートみたいな、自分自身との議論の材料みたいなものだと思っているので、異論反論、もうバッチバチにコメントに頂戴できたらなと思います。バチバチって喧嘩とかって意味ではなくてね、私はここ違う考え方してるんだなっていうのを見つけてもらえたら、それがすごく喜ばしいことなので、みんな違ってみんないいし、ポケモンスリープマジでね、リサーチャーの数だけ正解がありますので、ぜひそういった視点でも見てみてください。ってことで、早速参りましょう。お待たせいたしました。まずは SS ランク。ナックラーバケッチャですね。どうでしょうか。いきなり皆さんとは違いますでしょうか。これね、いきなり違う可能性も考えられちゃうんですよね。どうしてもね、アボカドとカボチャの今後次第ではあるかなと思うんですけれども、それでもね、一旦現在ベースでお話ししていこうかなと思います。ってことで、アボカドの申し子ナックラーとカボチャの申し子バケッチャを SS に置いてみました。さすがにね、この2体は現環境で最も厳選したい重要な2体なんじゃないかと思ってます。基本的にはほぼ他に替えが効かないのに、彼らの食材がないと成立しないレシピがあるし、それが最強格であるっていう、もうゲームデザイン的にね、次はこれをゲットしてくださいね的な活躍を運命づけられた2体と言っても過言ではないんじゃないかななんて思ってます。ここの左右差は正直ほぼないですね。手持ちのポケモン次第です。全員そうなんですけど、もしね、闇鍋とかで両方一緒に出てきた時は、それこそね、アンバーキャンペーンで一緒に出てきた時なんかは、例えば若漏れが作りやすい海竜がすでにスタンバってるぜみたいな方はナックラーの方を優先してもらうといいかなと思いますし、パンケーキが作りやすい蜜トマト卵のバタフリーアーボックチルタリスがいるよみたいな場合はバケッチャを優先してもらうのがいいんじゃないかなと思ってます。で、それを込みにしてもね、最強アボカドレシピが2種類あるナックラーを最上位にしてもよかったんですけど、一応アボカドは石住まいがいるのに対して、カボチャは実質バケッチャのみなので、やっぱトントンかなって感じで、両方とも SS がふさわしかろうと、左右差なし、そう思っております。今後ね、ラピス環境におけるコーンのキワワみたいなポケモンとか、ゴールドにおけるコーヒーのドーみたいなポケモンとかね、出てくるんじゃないかなとは思ってるんですけど、それを踏まえても、おそらく後発の子ってアボカドやカボチャに特化した性能ではなくなるんじゃないかというのが、これまでのね、ポケモンたち見る限りそういう感じになってますので、時が経ってもね、彼らがアボカドとカボチャのトップクラスに君臨してるんじゃないかっていうのも込みで、狙う価値は非常に高いのかなと思います。とはいえね、マジで早々に B 食材アボカドと B 食材カボチャのポケモンをできたらスヤスヤタイプによろしくお願いいたします。ってことで、ある意味
活躍を運命づけられた SS ランク、アボカドのナックラーとカボチャのバケッチャでした。続いて S ランク、石住まいとピンプクで行かせていただこうかなと思います。アボカドの石住まいと卵のピンプクとなりますね。石住まいはね、現状評価高めに置かざるを得ないかなと思ってます。それはね、アボカドを集められるからっていうのはあるんですけど、AAA ナックラーの採用個体なんていつゲットできるんですかっていう話じゃないですか。私まだミニリュウとアゴジムシの厳選が終わってません。もう本当にどうなってんの全く。しかも探してるの AAA じゃないのにっていうね。それくらいね、食材のポケモンの厳選って沼ることがよくある。個人的にはね、割と日常茶飯事なので、サブプランはやっぱり用意しておきたいなと思うんですよね。それなのに今回アボカドの食材ポケモンがナックラーしか現状いないので、ほな石住まいに頑張ってもらうしかないやろということで、ランク下げようがないといった感じですかね。できたらナックラーがいいんですけどね。本当に無課金のメインスキルの種めちゃくちゃ高いので、その分のスリープポイントで何体のナックラーがゲットできるんですかっていうところはあるんですけど、そもそも私、睡眠タイプも狙って遊んでいないので、サブプランなしだとマジでただのギャンブラーになってしまいますので、この位置かなと思ってます。で、もしね、石住まいにメインスキルの種を使おうか悩んだら、考え方は一旦2つあると思っていて、まずは早々に使ってしまうパターン。これはもう今後1年とかね、もっととか、長きにわたっていきそうなアンバー環境、長く活躍できるだろうから、早々に金種を使うのも辞さないっていう構えですね。これはね、すでに手元にいくつかないとできないパターンでもありますね。プレパス入ってる方とかだったら多少ね、思い切りやすいんじゃないかとは思います。で、もう一つが、バレンタインまで待ってみるっていうパターン。ここでね、ついにデザートにもアボカドの最強レシピ追加、アボカドがさらに使いやすくなるぜっていうのを見てから、OK 分かったよと。じゃあ君との付き合いは長くなりそうだなって言ってメインスキルの種を入れていくっていうパターンですね。そのくらいのタイミングでね、どうみたいなアボカドのライバルも増えてるような気もするんですけど、その時はその時ってことで、とりあえず現状の立ち位置は石住まいここなのかなという感じですね。で、お次ピンプク。今環境、卵の使い勝手が非常にいいんですよね。ドキドキ怖い顔パンケーキ、ドコパンの登場によって、カレーのすき焼きカレー、サラダのリンゴさんサラダ、デザートのドコパン、料理3種に対応できてしまう使い勝手爆上げ食材に変貌を遂げ切ってしまいましたし、その料理3種類が使えると、蜜も2種類のレシピに使ってて、トマトも2種類のレシピに使ってて、みたいな感じで、備蓄もしやすくなる上に、木の実のポケモンたちとの噛み合いもいいし、なんなら蜜もトマトも備蓄じゃなくて、日中に数を集めるのも比較的楽よりな食材ではあるかなと思っていて、最強ではないにせよ、人によってはね、それなりにすでにレシピレベルも上がっているかと思うので、もう潤滑油的な強さが非常にあるだろうと思いまして、評価を高くしております。なんでピンプクも AAA を狙わないといけないんでしょうか。ちょっとね、そこは雪かぶりを探したいなというところではあるんですけれども、出てこないのでしょうがないということで、ピンプク向き合っていきたいなと思います。進化したね、ハピナス自体はもうめちゃくちゃ強いポケモンで、所持数も多いし、遅いし、バリアードやメタモンを育成しているパル的にもすぐさま採用したいポケモンではあるんですけれども、ピンプクから育成しようと思うと、ラッキーへの進化にまん丸石という名の1400スリープポイントがのしかかってきますので、本当に3割の確率で麻痺しちゃうんですよね。それがね、まん丸石が本当に重くのしかかりますので、ラッキーを狙ってしまうっていうのもやむを得ないのではないかと思ってます。ゲットしづらいんですけどね。ぜひね、ラッキーやハピナスにチャンスがついた際は、ボーナスサブレを上げてみてはいかがでしょうか。ってことで、アボカドのサブプラン西住まいと、環境的にさらに便利になった卵のピンプクを S ランクとしてみました。それでは続いて A プラス。キャタピー、アーボ、チルッとですね。ちょっとね、ここもね、左右差ないかなと思います。私にはね、ちょっとつけられなかった。無理やりつけるんだったら、飴が一番手に入りやすいので、キャタピーが一番左になるかなぐらいですかね。でも本当にほとんど差はないんじゃないかなと思ってます。
アンバーの鉱物木の実が集められる木の実のポケモン3体となってますね、A+。彼らは、できるだけ早々に育成したいっていうのも含めてこの位置かなと思ってます。後になればなるほど、達兵衛がね、すごい勢いでまくってくる可能性もあるんじゃないかなと見てます。達兵衛、フレンドリサーチの雨人気が高い可能性があるんじゃないかなと思ってて、後々ね、かなり育成しやすくなる可能性を秘めてるなと思うので、一旦ね、今、木の実のポケモンがいないっていう方は早めに A+ の彼らを育ててみてはいかがでしょうかといったところですね。木の実 S の海竜みたいなポケモンも含めて1、2体いれば、とりあえず十分なんじゃないかなとは思います。まさしくね、今パルがアンバーで、メインアカウントにはね、木の実 S 海竜とバタフリー、レベル60がね、いてくれてるんですけど、サブアカ、フィールドイッチのポケモンで一番レベルが高いのが、マルノームレベル51っていう状況なので、食材を集めて鍋を拡張した後に編成してて強いポケモンが別段いないんですよねで、食材集めに関してもね、スイ君がいるので比較的すぐ終わると。なので、もうデデンネとマルノームでのんびり過ごしてます今ね、ダークライを入れるかなんなら悩んでますね。なのでね、最初からもう余生みたいな過ごし方しちゃってるんですよね。本当にマルノームのかけら誰に使うのみたいな状況になっているので、やはりね、木の実のポケモンは多少はいた方がバランスよろしいかと思います。で、3体の差については好きな子を選んでもらえたらなと思いますね。3体特徴としては、リサーチで飴が集まりやすくて、レベルが上げやすくて、蜜、トマト、大豆、全部それなりに使いやすくて、食材ゲットも使いやすいっていうキャタピー。で、唯一の毒タイプの木の実得意で、今後 EX とかでも活躍の場があるかもしれないし、食材卵が使いやすく、元気チャージも使いやすいアーボ。で、お手ぶだめをするなら最強のドラゴン木の実で、卵も優秀。大豆も数が多くて若漏れにも合う、元気チャージも使いやすいチルット。もうここに3匹のポケモンがオルジャロ状態かなと思います。なので好きな子を選んでアンバーでの冒険に飛び出してもらえたらなという感じですかね。パルはね、キャタピーの飴が多分一番多くあるので、やっぱりキャタピーになりますかね。優先度で考えたら。バタフリーもね、レベル65まで上げられればボーマンダもレベル57くらいだったかな。それくらいまでね、レベル上げないと木の実のエナジー追いつけなかったはずなので、バタフリーもう十分強いと思ってます。でもね、本当にティア表としては左右差つけられないかなぐらいに思ってますね。木の実のポケモンももちろん強いし、食材もみんな環境に合ってるぜってことで A+ ランク、キャタピー、アーボ、チルットでした。続いて A ランク。ここはかなり期待枠、希望枠っていう感じになっちゃってるかなと思います。達兵衛と炎帝です。達兵衛はね、鍋拡張がマジで偉いと思ってます。本当にね、育つのが遅いとか、育ったら最強とか、正直どうでもいい。鍋拡張が偉い。鍋拡張のアンバー一致木の実ポケモンっていうのが、もうとにかく評価高いですね、個人的には。ただ、現在ベースで喋るって言ってるのに、未来の予測の話をしてしまって、ちょっと申し訳ないんですけど、多分ね、来年の追加レシピで、また、料理パワーアップ S を重ねがけするか、キャンチケを使わないと作れないレシピが来るんじゃないかなと思ってるんですよね。なんならね、鍋のサイズももう6個くらいとか増えるかもしれないなと思ってます。ネロリさんがね、次のフィールドの話をしなかったので、新フィールド前にもう一回、寝顔の目標追加、鍋サイズもう一段階拡張、そして新レシピ追加、みたいなことによって環境を動かしてくるとかあるかもしれないなと思ってるんですけど、その話はその時が来たら話しますか。とにかくね、鍋拡張の重ねがけの部分とかを多く担ってもらえそうですし、今の時点でもアボカドグラタンとか、目覚めるパワーシチューとか、スパークスパイスコーラとか、めちゃくちゃ小回りが効くので、無課金パル一押しとなっております、達兵衛。感情的な一押しは達兵衛で行かせていただきます。で、問題があるとすれば、今は飴がないので、すぐには育てられなくて、アボカドやカボチャを持ってこないので、まず先にそっちを確保しないと、結局ね、鍋拡張があっても本領を発揮しきれない、みたいな理由から、達兵衛より上に上げてるポケモンたちより、上にはできないと。一押しだけど、それよりは上にはできないと。でも、限りない期待と将来性も込みで、A に置いちゃう。
そんな達兵衛となっております。いや、いつボーマンダに進化できますかね。意外とアンバーキャンペーン終了くらいまでで進化できたりしますかね。どうやらね、レベル15から進化してレベル38までで飴910個くらい必要みたいですかね。ちょっと遠いか910個2週間はさすがに。で、EXP 獲得量アップの性格だと800個いかないくらいで進化まではいけるみたいで、ダウンの性格だと1060個くらいらしいので、まあ遠いねでも意外とね、進化までは今年中にはなんとかなりそうな気もしますし、かけらさえ払えればホリデーの飴ブーストをしてもいいだろうと思うので、その辺でなんとかという感じでしょうかね。といった A ランク最初の1体、達兵衛でした。で、もう1体 A に置いてみたのはエンテイですね。そもそもほとんど出会えないと思うので別に除外しちゃってもいいんですけど、入れるとしたらこの辺かなみたいな感じですね。基本的にはね、食材の補助で考えているので、すでにライコウスイ君がいる方はこんなに高くないんじゃないかなと思います。アボカドもカボチャも他に替えがいないので、AAA は無理でも AA 食 M とかフライオンね、で頑張る未来もまあまああるんじゃないかと思うんですよね。そこをサポートしてくれるポケモンで他にも活躍の場があるっていうところで、ランク的に上目に置いてもいいんじゃないかなっていう感じですね。で、アンバースヤスヤがね、今のところ人影ロコンめちゃめちゃ出てくる印象があるんですよね。なので、普通に過ごしてたら彼らの飴って結構溜まっていきそうですし、シンプルにね、人影とエンテイで食材集めのベースキットにしてもいいですし、トープ EX とか次の炎島が来たらロコンとも組んでブイブイ言わせることもできるんじゃないかってことで、汎用性の高さを買ってこの位置にしてみました。あんまり出てこないから関係ないかそんなね、鍋拡張が偉すぎる達兵衛とあんまり関係ないエンテイを置いてみた期待の A ランクでした。ここまでが基本的にはアンバーの重要どころなんじゃないかと、一旦のね、重要どころなんじゃないかなと思います。で、B 以降って言ってしまえば重要度みたいなところは A までよりぐっと下がる気がするので、B、C、D、E って気持ちで分けてあるんですけど、これあんまり関係ないです全部 B かなんなら C か全部 D か E かみたいないう風にね、ちょっと極端に思ってもらっても大丈夫かなと思います。ってことで、ここからはね、さらにサクサクお話ししていきたいなと思います。まずは人影。今ね、すやすやですごい飴が溜まります。めっちゃ育てやすそうってことで B 筆頭に置いてみました。一応エンテイもいますしね。多分ね、構造上人影の飴がめちゃめちゃ集まりやすい作りになってるんじゃないかなと思うんですよね、アンバースヤスヤが。そもそもロコンもムンナもネイティも1進化しかしなくて、キューコンとムシャーナはフレンドポイント20のポケモンでリサーチ報酬もそれなりに高いですし、ネイティオも最近のポケモンなのでリサーチ報酬が高いと。で、他にもリサーチ報酬が高いプラスルマイナン、ラッキー、ハピナス。で、アチャモは進化後はスヤスヤに出てこないし、イーブイも進化後出てこないし、みたいな感じでね、なんかね、人影とリザードが非常に幅を利かせている感を感じてるんですよね、今のところ。ってことで、人影 D 最上位に置いてみました。ミートも生姜も今ちょっとね、下火な感じなので、レシピ的にはこれからに期待って感じですかね。生姜のね、新しいレシピが来なかったの個人的には意外なんですよね。なのでさすがに次来るんじゃないかと思ってます。生姜もりもり料理。来てから探すのでもいいとは思いますそんな人影でした。続いてヨーギラス。こちらもね、生姜、大豆、ミート、すべてね、今の料理環境的にめちゃくちゃ活躍できるかと言われると、微妙な顔をしなくてはいけないのかなと思わないでもないんですけど、そういった食材をね、備蓄せずにがっつり集めてこられる存在っていうのも大事だったりすると思うんですよね。そして私パル、元気チャージ持ちの食材ポケモン大好き侍でやらせてもらっておりまして、そこも爆裂評価を上げますし、生姜もりもり料理と大豆もりもり料理が来ると思ってやみませんので、この位置でいきますあとは一応ダークライと一緒に編成しやすい悪タイプとかですかね、バンギラス。多分悪タイプじゃなくても一緒に編成して元気持つと思うんですけどね育てづらいのはご愛嬌って感じでしょうかね。どうですかね、ぐっすり意外とサナギラスも出たりとかしませんか？
まあそんな感じで未だに今後に期待味を感じるヨーギラスでした。次、パルデアウパー。カカオの新料理がなかったのでね、次に期待したいそんな一体かなと思います。こちらもね、元気チャージ持ちですし、発動率もまあまあ優秀なんですけど、原種ウーパーと飴が競合しちゃうのと、コーヒー王を集めてもらうのであれば、ほぼ上位互換のボスゴドラがいるってところも含めて一旦この位置でいきます。次、カイロス。甘い蜜がね、今強いんですよ。それなのに甘い蜜の食材ポケモンなぜかめちゃめちゃ絞られてるので重要度だけで言ったらもっと上になると思います。カイロス木の実も一致してますしね。で蜜もリンゴも日中に数を集めてもらいたい系の食材だとも思いますし、なんならね早いので木の実エースつけてもそこそこ強そうですし、メガ進化するかもしれないし、なんでフレンドポイント16なんでしょうかみんなせめて10になりませんかね。まあもうその1点が重すぎるということでここに置いてしまいましたが、重要度は絶対ここじゃない気がしますが、まともに厳選できる気もしないのでやっぱりここに置くしかないということで、そんなカイロスでした。次、ガルーラ。ガルーラはね、別にカイロスと違って重要でもないですねまあ、人影をミートで育てて、ヨーギラスを大豆で育てた場合に生姜担当として、お呼びがかかる場合もあるかもねということで、ここに置きました。もうこの辺からだいぶ怪しいね、このティア表。まあ、フレンドポイント16なので、メガ進化に期待しますか。まあ、もしメガ進化来たらね、リザードンもバンギラスも多分メガ進化すると思うんですけどね。次、クチート。なんでグレッグルはアンバーに来られなかったんでしょうかてなわけで、オイル、高温担当として怪力バサミも込みでお呼びがかかるかもしれないクチートですね。まあ、フレンドポイント16の時点でかなり苦しいんですけど、オイルもメタモンかクチートかってところで、他にコーンはね、集められるポケモンがアンバーにはいないので、まともにね、集められるポケモンは。ってことで、コーン難民であれば、アンバーではクチートに頼らざるを得ないかもしれないってことで、この位置にしてみたんですけど、極力クチートには頼らない進行にしたい。クチートね、まあ、ビジュはめちゃめちゃ良くて、歩いている姿とかもね、すごいいいですし、メガ進化もあるんですけど、まあ、この辺かなというところですかね。で、ガルーラとの差はほぼないかなと思います。ただ、生姜の方が若干貴重かなと思って、上に上げてみたよ、みたいな感じですね。次、メタモン。尻尾、まだ使われずということで、オイル、ネギ、尻尾を集める食材のポケモンですね。まあ、メタモンに関しては、石住まいよりは食材の能力が高いくらいのポケモンとなってまして、正直ね、食材のポケモンとしてみたら、全食材ポケモン中最弱クラスの能力ではあるんですよね。でもね、全フィールドで出てきてくれるので、飴はそれなりに溜まっているだろうってことで、無進化ポケモンでありながら割と育てやすいっていう、そこの評価点はあります。あとはいつ尻尾がレシピに使われるのかっていうのをずっと震えて待ってはいるんですけど、アンバーにね、ヤドンが来てなかったので、まだ大丈夫なんじゃないかとなんとなく思ってます。もしガラルヤドンが毒タイプのスヤスヤで追加されようものならちょっと身構えてほしいなと思います。そんなメタモンでした。次、ピーちゃん。まあ、厳選できるかどうかは置いておいて、多分ね、次に来るフィールドってシアン EX だと思っているので、まあここに置いちゃおうかなというところですね。フェアリータイプの木の実ポケモン。もしね、クレセリアイベントとかで月の石が余っているようであれば、ふんわり気にしてみてもいいかもなと思います。次、エレズン。ミルク41個のアボカドグラタン。鍋81足すマイナスレベル7の24合計105でぴったり作れる若漏れってことで、今ね、めちゃくちゃ環境から彼らへの忖度を感じています。そこにボーマンダの鍋拡張が入ればグラタンも作れるし、どうせ今後も鍋拡張重ね掛け前提みたいなレシピ出てくるんじゃないのみたいなところでね、環境的にはかなり追い風なのかなと思っています。一応ね、毒タイプでフィールド一致ですしね。なので強さとしては一定の評価がありつつも、プラスマイナスは両方ちゃんと育てようと思うと、もうメインスキルの種10個とかかかりかねないじゃないですか。でかすぎる無課金には
これで石住まいもいるんでしょ？どうしたらいいんですかっていう。まあ課金したらいいんですけど。できたらとっくにやってるぜってことで。それでもね、一番下ではないよなってくらい環境としての評価は高くつけられるんじゃないかと思ってこの位置に置いてみました。あとはね、エレズンが可愛すぎる。そしてストリンダーも良すぎるんだよね。みたいなところを評価しております。エレズンです。次、ここからはさらにサクサクいきたいと思います。お次はワシボン。シアン EX が近そうで、ただメインスキルの種があんまりない。次、ロコン。炎島が発表された時用に1体くらいキープしておけたら嬉しいよね。次、水五郎。トープ EX で活躍できそうで、単体のスペックだけだったら9コン、ロコンよりね、おすすめなんですけど、一応エンテがいるしなっていうことで、ロコンより下にしてみました。まあ、この辺はもうマジで気分です。次、あちゃも。格闘島は一体いつ来るんでしょうかね。現状ね、ラピスラズリコハンはエスパーも草もライバルが山ほどいるので、まあ多様性のあるいい環境だ。次、ネイティ。普通に強いんですけど、ライバルたちも強いので、基本クレセリアチームの一員かなという気がします。来年のクレセリアダークライ復刻キャンペーンで活躍しそう。次、ムンナ。進化に月の石を使いますし、メインスキルの種を使わないのであれば、ネイティオに勝てるところがほぼないので、まあ、木の実のポケモンとしては一番下に置いてしまいました。ちなみに私は育てているので飴が確保できて嬉しいです。次、プラスル。銅でコーヒーを集めるくらいであれば、ちょっとね、プラスルも検討してみてほしいですね。ストリンダーと組んで、プラスプラスも悪くないです。まあ、問題はメインスキルの種とサブレがないです。次、マイナン。マイナスとしては、ストリンダーの方が全体的に優秀なんですが、卵を集められるので、環境には結構合ってるかなと思います。次、ヘラクロス。メガ進化して、ミサイル張りしてくれ。以上の28種類となっております。いかがでしたでしょうか？今回ね、石住まいがスキルのポケモンだっていうこともあって、どうしてもね、他のスキルのポケモンたちをだいぶ下の方にしてしまったんですけど、それでもね、1体2体とかはアンバー環境を通じて育てられるんじゃないかとも思うので、ここのね、取捨選択が無課金の醍醐味と言ってもいいくらいに悩ましくもね、楽しい部分かなと思ってます。今回ね、これ自分で作ってみて、やっぱりね、石住まいにメインスキルの種はあげてもいいなとは思いましたし、まあそれでもスキルレベルアップ M 欲しいんですけど、他のスキルのポケモンたちについても、ここにいないね、アンバーに出てこないポケモンも含めて、またちょっと何にメインスキルの種あげようかとか、スキルのポケモン以外でもいいですよね。無課金のメインスキルの種をどうしていくのかみたいなところはちょっと絶えず考えていきたいなと思いましたので、またいろいろね、動画作っていきたいなと思います。ってことでね、ぜひともね、皆さんの意見や感想だったりとか、今回の達兵衛みたいな皆さんの一押しも教えていただけますと幸いです。ぜひともね、楽しいアンバー渓谷ライフにしていきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければグッドボタンで応援いただけますと得が高まりまして、アンバーキャンペーンで厳選が終わる可能性が高まるかもしれません。よろしくお願いいたします。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。ぜひね、この新環境で作ってほしい動画とかありましたら、やれるかはわからないんですけど、リクエストしてみてほしいなと思います。よろしくお願いします。それではね、まずはアンバー渓谷登場キャンペーンでみんな重要どころの厳選が終わることを願って、今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。厳選頑張ろう。